雑談です。ミステリーです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼過ぎに金子屋野さんのスタジオコーストの当日券が出るというのを知りましてね、ツイートでじゃあ取れたら行きたいなと思ってたら、なんと取れまして行ってきましたよ。素晴らしかったですわ、ほんと。昨日は昨日もねまたアーケード始まりで、なんかすごく機嫌が良さそうというか、いい感じで楽しそうでやってたのがね分かりましたよ。本当にノリノリでね、ちょっとつまずいてこけるシーンなんかもありながら、多分ねすごくノリノリで機嫌のいい時は最後ピック投げるんですよね。で前回はなかったんですけど、前々回は投げてましたんで、昨日も投げておりましたけど、本当に素晴らしかったですね。よかった。本当に当日券と毎週行ってるね。よかった、本当に。次は僕チケット取って2月8日なんですよね。誕生日のちょっと前々日なんで、それはすごく楽しみにしてそんなことをしておりますので、また金子綾乃さん見たもんだからね、帰りに一人カラオケで絶景をしておりました。そんなことやってましたが、行きましょう。早速見ましたですわ。ミステリーという中で、の2話目が始まった放送ありまして、いやこれね原作を読んでる人にいろいろ話を聞いたんですね。で菅田将暉君、噂というかネットでもいろいろ久能整は菅田将暉君の雰囲気じゃないと、もっとなんていうんですかね、なんていうんですかね、朴突というかこう淡々としてますけども、もっと陽キャというか明るい感じの人だって言っててね。でもイラストというか漫画の絵を見る、内容を読まずにね、絵を見ると、菅田将暉君でもいいし、なんだったら栗原類君とかでもね、もっと暗くなっちゃうけど、又吉君とかそんな感じの雰囲気があるのになと思ったんですけど、いや全然原作がもっと明るい子で、あと人刑事の女の子の方もそうですけど、名前が出てこないよ。歌舞伎役者の人ね。いやほんと出てこないね。もっとふざけた人っぽいっていうのを聞いて、ちょっとやっぱりしっかりしすぎてるみたいなことは聞きましたけど、でもドラマとしてね、原作を読んでそういう風に菅田将暉君が解釈してやってるのかなとか思いながら、そういうところがね、なんかすごいよなって思うよね。なんか原作を読んじゃうとそれに寄せないといけないのかみたいな意識って働くとは思うんですけど、それをね打ち破るというか、自分なりの解釈でやっているのだとすれば、それはそれですごいしと思いながら見ておりましたが、2話目の内容ね、美術館に行こうとして来たバスに乗ったら、それがなんと全然違うバスっていうのもね、これ後半に分かるんですけども、でそれがバスジャックされちゃって、で中でね刃物を持った犯人がこう一人ずつ、名前と職業を言えみたいなので一人ずつ自己紹介をさせられるんです。そこのシーンでね、なんで犯人はその名前を知りたいんだろうと思ったら、後半どういったことかっていうのが分かるんですけど、でそこに、乗り合わせちゃった人が、久能整君と、それから淡路一平さんというコンビニ店員をやっていると。それから露木リラさんは町工場の事務員だっつって、これはヒコロヒーがですね。それから坂本
正雄さん、これは、職探し中という方で、イケメンのいいかっこいい感じの方、黒いずくめの服で、それから柏めぐみさん、主婦の方ね、それから奈良崎幸人さんかなが元帝国証券の役員だったのかな。で今はボランティアをしてるって方、それから熊田翔さんという方が、これはね、研究生をし金髪のね、整君がいいなストレートっつってそこ食いつくみたいな。でもね、僕もテンパだったんでね、っていうかテンパなんで、ストレートの人羨ましいなっていう気持ちがね、よくわかるんで、これきっと原作書いてる方もテンパなんじゃないかなとね。手塚治虫さんもあれ天然パーマをすごく気にしてこうもじゃもじゃになるのが嫌なんでずっとベレー帽をかぶってたなんてエピソードもありますけども、天然パーマの人はね、気にするんですよ。こう人と違うというかね、少ないじゃないですか。だからすごく気にしてストレートの人に憧れるっていうのはすごく気持ちはわかりますみたいな。その何人ですか、12345 6人、久能君入れて7人が乗り合わせてね、犯人といるんですが、でバスがある公園に着くとトイレ休憩しろっつって1人ずつ3分時間をあげるから、で戻ってこなければ全員殺すみたいなことを言うんですけども、そこでね、整君がそれは間違っていると、それは全部あなたの、都合で帰ってこなくて殺される理由はないとかね、あとなんで殺しちゃいけないのかっていうことを淡々と説明したりね、もうほんとめんどくせえやつだなっていうのがずっとことあるごとに出てくるというかね、黙ってらんねえのがおめっていう感じの、ね、それがまたいいんですけどね。で、いろいろあって、蓋を開けてみたらそのバスはなんと実はこうハイバスというかね、のやつを、路線バスを装って走っていたっていうことがわかるんですけど、しかも乗り合わせた犯人ね、音谷っていうんですけど、刃物持ってた音谷は実行犯というかね、で裏で糸引いてたのが実は坂本正夫って名乗ってた純子黒ずくめの、後々ガロってわかるんですけど、家着いた時にね、この絵誰が描いたのってガロって誰だっつったら、その一緒に乗ってきた人だった。でそのバスも実は運転手もグルで、なんとそこの、犬道家のねボンボンなんですけども、その娘さんが行方不明で探してたら最終的にこの路線バスに乗ってたっていうのが分かって、でもっと調べたら殺されちゃってた。でそれが連続殺人犯の連続生き埋め事件の1人目だってことが分かるんですね。で警察の方は警察の方でその4体目の遺体が上がったっていうのを追っていて、で風呂光さんが現場に連れてってくれないんで、じゃあ調べ物をちゃんとなんでねお前は現場に連れて行ってもらえないのかわからないのかって言って、なんか女だからって、でもそんな感じじゃないって、でいろいろ自分で調べてたら、この連続殺人生き埋めの事件の人がここの路線バスの沿線に関係があるっていうのを突き止めて、そしたらね、その日に、バスのバスジャックがされているっていう通報があるんですけど、そんな運行乱れてるバスが1台もない観光バスも全然そういったことがないんで、これはおかしいって言って、いたずらだろうってことで片付けられてたんですが、で風呂光さんがそれいろいろ調べていくと、今度は公園でバスが止まってた、で自転車がひき逃げにあったみたいな通報を調べて、その公園に行くと、整君がトイレ休憩の時に書いてたメモの切れ端をね、でもそれはおそらくね、熊田翔さんが、見つけてバラバラにして置いたものの破片をね見つけて、でも熊田さんだと思うんだけどな、わかんないですけど、
顔は出てなかったんで、それを見つけて、犬道家、その方向はもう犬道家しかないっつって乗り込むと。で犬道家では犬道家で、実はその妹が殺されちゃったから、でこの路線バスに乗り合わせてる今日乗ってきてるメンバーの中に殺人犯がいるはずだと、いるんで、それを突き止める。だから久能君はたまたま美術館に行こうと思って時間が間に合うかと思ったら、飛び乗ったバスは元々のバスじゃなくて、犬道家で買い上げたバスに乗ってしまって、そこにたどり着いてしまったというところなんですけども、久能君がリラさん、町工場に働いてるっていう嘘じゃ、本当はジャーナリスト、それも嘘なんですけどもっていう方に家でそれぞれの一番今までやってた悪いことを言えって犯人にうわっ猫がすごい暴れている言われて、元彼にすごいバカみたいって言われる毎日でイライラしてるから、ちっちゃい嘘はいっぱいつくっつって、でその元彼は何しに行ったのって聞いたら、大陸へ行ってなんかでっかい夢を持てみたいな、自分探しの旅に出ちゃって、でお前はちっちゃいみたいなことを言われた時に、久能君がじゃあ大陸ではね自分で一人で何にもできないって言われてるけど、その元彼は自分でイカダでも作っていったの、飛行機に乗っていったんじゃないの。でそうやって飛行機も毎日コツコツ働く人がいるから動いてるんだよみたいなことで諭されるとかね。あとは、不妊症で悩んでるね、主婦の方も説得したりとか、なんかそういうシーンもありつつ、逃げるチャンスもあったんですけども、その主婦の方が大暴れして、逃げられなくて、なんてやってる間に警察が到着してってところがまでなんですけどね。だから同時並行でバスジャックと、久能君が乗り合わせてしまったバスと、連続生き埋め事件、4人の死体が上がってる事件とがここで、クロスしてたんですが、並行してたんですが、こう重なってこの中に犯人がいると。で警察も集まって、じゃあ、逮捕劇が始まるぞっていうのが次回以降なんですけど、本当に面白いですね。いちいち食ってかかるというか、こう理路整然とね諭す久能君とかね、あといじめの話も良かったですね。コンビニ店員をやってる淡路君っていうのがね、いじめられてるって言ってたんですけども、いやでもいじめっていうのは実はいじめてる方が病んでるね、病んでるからこういじめをせざるを得ないというか、いじめをしちゃうという、それは病気というか、それが闇だっていうのをそういうふうに捉えると、いじめられてる側がね、どうして逃げなくちゃいけないんだっていう話をしてますけど、本当になんかことあるごとに久能君のいいことはところどころで出てきておりますね。で最後あいつがね、熊田翔君がガロですけどもが犯人はこいつだってところでね指をさして終わるんですけど、それはぜひドラマを見て、誰がこの6人の中で誰が犯人だと言われたのかをね、次週以降楽しみに。でその4人のね、生き埋め事件を解決するのかってところが楽しみなドラマ、ミステリーという流れ、の2話目ですね。見逃し配信 TVer、それからこれは FOD でありますので、ぜひご覧になってくださいと。コント高速バスね、僕は高速バスとかね、夜行バスとか全然苦にならないんです。飛行機とかもね全然苦にならないのは背が低いからね、
窮屈に感じないんですよね。だから柄の大きい人っていうのはいろいろ損をする、背がちっちゃいことをコンプレックスに思ってたこともあるんですけど、背が低い方が行きやすいですよね。だから楽なんで場所取らないんでいいなと思いながら見ておりました。そんなね、全然関係ないね、ドラマとミステリーという流れ面白いんでぜひご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。